はい、皆さんこんばんは。テレスドンです。ひまわりです。今日は肩の塗装をやります。はそれでは始まり。はい、ということでね、肩、なんだろう、光ってるような表現をしてみようと思いまして、ベース塗った後に、これは白のインクを流し込んでいます。溝に。これがなんか光る感じなの？発光してる場合は、発光してる元を一回白くして、その上から色をのせると、光ってるように見える。ということですね。この白のインクはいい匂いがするスケールアーティストのインク使ってるけども、別に何でもいい。皆さん持ってる白でいいってこと？うん。シャバシャバにして流し込めばいいってことかい？うん。特に話すことはない感じ？そうだね。うん。これ流し込んでないね。周りに塗ってるね。なんかうまく流れなかったんだね、これね。違う。そうじゃない。流し込んで、なんつうんだろう、さらにその周辺もちょっと明るくしたいから、白く塗ってんだよ、これ。よくね、海外の人の動画で見るんだけど、エアブラシで白をシューッと拭くのよ。そう。あの人たちなんかものすごい狭い範囲にピンポイントで拭くんだけど、そんなことできないから、だからこうやってやった。彼らはこの模様に沿ってなんかエアブラシでシューって白拭いて、そこからなんか蛍光色っぽいのとか吹いてさ、おおってなるんだけど、どういうからくりなんだろう、拭くのが上手ってことかい？そうだね。これは悪魔化するしてる場所だよね。そう。発光してるように見せようという企画。そうです。ちょっとなんていうかぼやーっとしてるでしょ。わかるこれ。その溝の周りってことかい？そう。はい、来ました。この蛍光をピンク系にしたかったんだけど、なんつうの、ピンク単色よりももうちょっと明るいピンクにしたくて、蛍光の黄色を混ぜると一段階明るさが上がる感じなんですね。肌の色に似てるけどね。そういう話ではない。オレンジっぽい感じね。どっちかって。そうだね。それは
ピンクに黄色混ぜてんだからそれはオレンジっぽくなるんだけどな。これがなんだ、一発で決めないんだこれ。確かね塗ってみたんだけど、いやなんかちょっとこういう感じじゃないわと思って何回かいろんな色塗って最終的な完成になってんだけど、その録画があるかどうかだ。うん。でこの肌のあと顔のひび割れたところはちょっと大げさに明るい色入れて、なんていうのかな、境目を強調してみようかなと思って。で、先ほどの色から黄色を抜いたピンクで、これはどこ塗ってんのかな。これはさっき言ったそのやり直し的な感じ、それとももともとこうする予定だった？あ、これ周辺だ。だからやり直し的な感じではない。溝の周り。蛍光色って暗くなったらぼやって光るやつではなく。いや、そうだよ。そうなんだけど、もはや蛍光色って暗いところでライト当てて光らせてみましょうっていう使い方じゃないんだよ。ものすごい彩度が高い塗料として使ってんだよ。彩度が高い。彩度が高いは彩度が高い。鮮やかって言えばいいのか。シャバシャバの塗料みたいな味？そう。ちょっと前にね、ボークスの動画にあったけども、海外の人のペイント動画でほっぺの赤い部分にこの色を使うんだ。だからだから何みたいな。いや普通だったらまあ赤かピンクかみたいな感じでしょ。蛍光色使うのと思って。すごい良かったのそれ見てて。要はあれだよね、普段さメディウムでさシャバシャバにするじゃん。それをする手間が省ける感じ？いや、そういうことじゃなくて、要するにものすごいピンクにしたかったんだろうね、その人は。なるほど。見てみないとわからないや。これも結構ピンクだよね。相当塗ってるよね。これは相当塗ってピンクだ。これはそのドピンクになってしかるべきところなわけでしょ。それがまさかほっぺたに使うとはっていう話なんで、ちょいとこの辺も多分光反射するだろうなっていうところに入れてる。まあ当たり前かもしれないけども、シャバシャバしてるからちょっと乾くの遅いんだよな。このシャバシャバはあれ乾いても変ななんていうのあれにならない？シミ？シミにはならんな。
構広範囲だね。うん。こういうのね、なんか楽しくてどんどんやっちゃうんだよね。やりすぎるとくどくなるから注意しないと。もはや肩じゃなくてなんか顔ってかそうだね。これ結局溝にピンク入れてんじゃないかなこれ。なんかちょっとオレンジすぎるなと思って。うん。なんなら最初の白もないことになってる。いや、それはないな。最初の白が仕事してんだわ。最初の白があるからこそこうなってるってことかね。そう。すごいシャバシャバな割にはさ、最初のペースの紫かいグレー結構ちゃんと隠蔽するね。いや、隠蔽してるかいこれ。結構なくなってない？いや、これ塗ってみればわかるけども、そういう感じではないぜ。うん。ないぜって言われた。ないぜ。ちょうど今日海外の人のインスタちょっと見ててさ、この発光のやつ見てて塗ってたんだけどさ、すごいよね。本当に光ってるように見えるよね。あれすごいよね。うん。うん。最初にエアブラシで白吹いてなかった？あそこまで見てない。ほう。これ結構塗りながら考えてる部分がありますんでね。だからね、今自分で見ても、あれこれ何考えてこれやってたんだっけみたいになったりするの。これ紫。これも蛍光色。で、ピンク塗ったとこ、なんて言えばいいんだろう。影っつうわけじゃないんだけども。光源よりもちょっと離れたところに置く色。これもっと白をきつくしないと光ってるようにあんまり見えないよね。なんか後でやってるような気がするんだよな、それ。うん。
でもこれなんかだんだん光ってるっぽく見えてきたんじゃないこれ。そんなことはない。そうか。例を出せないからあれだけど、この昨日か今日か見たやつとは全然違うなっていうそういう印象。そうか。これビッグチャイルドだっけ？そうだよ。どうなんだろうね。ああ、どうなんだろうな。何がって感じだけど。ああ、問題は解決したのかね。ね。お、これはね、なんて言えばいいんだろう。模様は明るめで、模様から離れるにつれて、まあ暗くなるんだよ。その暗い色を入れてんだ、これは。今テレスの完成したツイートポストを見てんだけど、全然発行してなくね。発行してるように見えるだろう。あ、そう。いや、大体今ダメ出しすんだよ。じゃあまあそれは今後の課題ということでな。これはね、模様じゃないところもっと暗くは、もっと暗くというか、この蛍光色感を抑えたくて色をのせてるな。それで終わりかな。それで終わりか。そうだね。全体的にほぼ点だな。点描でやってるね、これ。点描でやってますね。点描じゃないとなんか変に不自然な線になっちゃうもんね。そうなのよ。なんかまとめていただいて、そろそろなんか途中でダメ出し食らったりして、なんとも言えない感じになっちゃったな。ごめんなさい。結構いいと思うけどな。いや、まあね。いや、まあ、言いたいことは分かんないかもないね。やっぱ海外勢の見てるとね、本当に中にライト入ってんじゃないかっていう感じだからね。それとは違うね。これ難しいな、これな。難しいな、これ。まあ、今後も頑張るわ。じゃあ、そういうことで、テレスドンでした。なんかすいませんでした。ひまわりでした。またにー。